で微調整はしていきます。よいしょ。はい。はい、じゃあバック続きなんですけど、基本のスタンスはもう今まで何度も言ってる通り、広めで、はい、構えてもらいます。技術によってこのスタンスが変わることないんで、そうですよね。フォア打つときはこれだけどバック打つときはこれとないですね。基本的には同じ高さがベースになるんで、もうこの高さで皆さん構えていただいて、要は広すぎて動けないようにならないぐらいの広さで広めに取ってくださいよっていう話ですね。はい。で、この広さをとりあえず基準にしといていただいて、つっつきをやっていきたいと思います。で、基本のラケットの角度45度ぐらい。これグッチさんのよく言ってるバンドの角度ですね。僕もこの角度がバンドだと思ってて、切るときも切れるし、切らずに入れるときもそれなりに入れる。相手が超ブチ切れとか、自分が超切りたいとか、そういうすごく回転をかけるっていう動作がない限り、45度が一番シンプルで覚えやすい角度かなと自分も思っています。はい。で、この角度で構えていただいて、まず基本としては長いボールをつっつくっていうことを前提にちょっと考えていきたいなと。短い球をつっつくときと長い球をつっつくときで若干変わるんですよ、つっつきって。これあんまり多分言ってる人そんないないと思うんですけど、いないですね。はい。長い球をつっつくとき、ラケットの角度は同じ45度で大丈夫です。はい。ちょっと一回やってみましょうか。で、長いボールでつっつき合いをお願いします。なんで足は前に出さなくていい状況ですね。相手のボールが長いので、左右のズレだけ足とかからます。なんで足は前に出さなくていい状況ですね。相手のボールが長いので、左右のズレだけ足とか体で微調整はしていきます。よいしょ。はい、 OK です。ありがとうございます。つっつきって結構上から振るようなイメージを持ってる方がすごく多いんですけど、長いボールの時ってほとんど上から出さないんですよね。もう一回やってみましょうか。上から出さない。出さない。グッチさんは少なくとも出してないです。下から出してますね。なるほど。僕も上から出したら落ちちゃうんですよ。上からって難しい。はい。どっちかっていうと前に送り出してあげるぐらいの。そうだ、送り出すですね。はい。スイングだと思います。確かに。送り出してる。切ろうと思ったらちょっとだけこういうの入りますが、なるほど。僕も上から出したら落ちちゃうんですよ。上からって難しい。はい。どっちかっていうと前に送り出してあげるぐらいの。そうだ、送り出すですね。はい。スイングだと思います。確かに。送り出してる。切ろうと思ったらちょっとだけこういうの入りますが、基本は変わらない。基本的には台と平行ぐらいに相手のことに送ってあげるようなイメージでつっつきしていただいて問題ないのかなと思います。はい。みんな切ろうとしちゃってるんですけど、基本的に長いボールをつっつくとき足を出さなくていいですよね。足出さなくていいボール、いいような長いボールをつっつくときっていうのは平行ぐらいに送ってあげるようなイメージでつっつきます。ここがまず1個大事で、ラケットの構える高さなんですけど、台のバウンド直後をなるべく取りたい技術なので、台の高さに近いところでラケットを45度でこうやって構えてもらう、これが一つで、肘の高さはラケットより上に来るとカットみたいになっちゃいますね。なのでつっつきやるときは自分がこう落ちてあげて、ラケットの高さも決まってるんですよ。バウンド直後を取りたいので、台の近くをスイングするしかないので、じゃあもう自分が落ちてあげるしかない。こうやってそうすれば肘の高さが下がってくれます。で、肘とラケットを同じぐらいに揃えてあげて、そこから出してあげる。はい。なんなら場合によっては肘よりラケットが上に来てもいいぐらいなので、こうですね。肘、大体ラケットと同じぐらいの高さで僕つついてます。これが肘が高くなると
つき浮いてる人が、はい、浮いてる人あるあそういうる感じだな。棒立ちの人はこうなりやすい浮いてる人、しっかりそう姿勢を落とせる方っていうのはちゃんと僕はできていますね。じゃあ低く出せる人はすごいそうはい、こうですね。それそれ。あ、ごめんなさい。で、この時注意点なんですけど、これだけはやめてくださいっていうのは、ボールを下から触ること。いきます。下から上にこうやって触ること。下から触りそうだけど、触っちゃいそうだけど。はい。下を触るのはいいんですよ。下から上に触るのはダメです。はい、もう一回いきます。下から上、これはダメです。ダメ。これ何回転ですか？このなんかナックルからもしかしたら上回転？ちょっと上になってるかもしれないですね。っていうことはつっつき合いが成立しないんですよ。ちょっとじゃあこれをつっつきしてるの。あ、ごめんなさい。下から触って。確かに本当だ。そうなんですよ。これは入るんですけど、完全に下から触ってしまうと。本当だ。つっつきが練習できないですね、これ。そう、変な話、初心者同士が練習するとこういう球が横行していて、そうならないように下から触るのではなく、必ず台と水平方向に動かし、この角度を守って動かしてあげましょう。そうすると自然にもうこの45度の角度でちょっとだけ回転が生まれるんですよ。ああ、なるほどね。だってこれってことでしょ。はい、これはもう下回転。確かにこれは当てたら、まあこうちょっとわざと当てただけだとこうそうちょっと下入って、ちょっとした下が入る。そうすると綺麗なつっつき合いができてきますよところですね。ここだけは守っていただきたい。はい。で続いて短いボールをつっつく時のポイント。確かにこの時に長さがいろいろありますもんね。まず一番大事なのはボールのところに足を素早く入れるところ、入れることが大事です。できればボールがバウンドする前に足を入れておきたい。足スイング、この順番でいきたいです。足スイング。はい。足スイング。足から先にやる。足から先です。足スイング。今の形。足スイング。なんならもうスイングするときにこう体引いてもいいぐらい、次の戻りのために。はい、このままこうやって突っ込んじゃうと帰ってこれないので、イメージとしては足をグッて入れても顔も近づける。でも入りきってスイングするときに引くイメージ、このイメージでスイングした方が僕はいいと思ってます。そしたら戻れるですね。はい。で上手な人って結構こうもう重心が後ろに乗るんですよ、つっつくときに。その反動でも戻ってるっていうか、こういうイメージで。次の戻りも自然にっていうか。なので一番大事なところはまずこの足を入れること。これが遅れると全てがグダグダになります。はい、足はしっかり入れましょうというところですね。はい。で、その次に違うのが短いボールをつつくときは、気持ち上から下にスイングします。なるほど。上から。ここが大きな違いですね、さっきと。そうですね。さっきは平行、平行にスイングしましょう。短いボールつつくときは平行じゃなくてちょっと上から。ちょっと上から。これ短いのきますもんね。はい。すごく。ちょっと上から。相手のサーブがよっぽど切れてない限りは。そうだね。大体の球。はい。ブチって切れてるとさすがに上から触るとちょっと落ちる時があるんですけど、特にじゃあつっつきやってる時はなおさらね。そうですね。ブチじゃあんまブチこういう時ですよね。こういう時こうやって。そうですね。基本的には上から下から触ると浮きます。はい。特に短いサーブとか短いボールに対しては水平に触ると今みたいな浮きます。やっぱりこう水平に触るって距離が出やすいので、それを収めようとするとボールが自然に上に行っちゃう。はい。ちょっとそこはこれ相手のコートの距離が短いので、基本的に短いボールに対しては上から触ってあげると低く収まってくる。低く短くでも、はい、上から触ってうわ、いいつつぎが来ると、こういういいつつきができるように、ということです。大きな違いはこのぐらいかな。ラケットの角度はもう同じ45度で。なるほど。じゃあシンプルですね。そう、長かったら
水平にうん足を左右に調整してもらう。短かったらしっかりボールのところに足を入れてちょっと上からスイングしてもらう。この違いですね。はい、ここに差があるので、全部なんか一つのことでやっちゃいそう。はい、一つのやり全方で部同じここのスイングでやってしまうと、失敗してしまうので、ここの違いだけ覚えておいてもらえれば思います。はい、ありがとうございます。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。